どうも、大キングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、来週 Apple の発表会で登場しそうな新製品についてね、お話ししたいかなと思います。そうなんですよ。来週ですね、WWDC2023、今年初めての発表会がですね、開催されます。日本時間でですね、6月6日、火曜日になる午前の2時ということでもう来週なんですよ。なのでね、皆さん、準備しといてくださいというか、特に何もすることないんですけども、じゃあ実際どういったものが登場するのかっていうところですよね。気になりますよね。僕が一番気になってるんですけども、当日はライブ配信もね、久々にやろうかなと思っておりますので、じゃあ実際どういったものが出るのかっていうのを見ていきたいかなと思います。てか、楽しみっすね、来週。てか、もう来週なんだって感じなんですけど。ということで、まず、一つ目いきましょう。iOS17 です。基本的にこの WWDC っていうのはワールドワイドディベロッパーズカンファレンスなんで、基本的には開発者向けの発表会になりますので、基本的にこういったいわゆる OS というソフトウェアですね、中身のアップデートが基本的には中心になります。で、やっぱり iPhone ですね、iOS といえばいろいろあるんですけども、一個としてはこのコントロールセンターのですね、刷新っていうのがあるんじゃないかと言われてまして、コントロールセンターってね、iPhone のこうヒュッてやったらね、iPhone X 以降だとこう右上の画面からヒュッてやるとなんかいろいろこう音量とか画面の明るさとかね、いろいろバーってこう出てくると思うんですけども、スワイプしたらここが変わるんじゃないかと言われております。一応 MacRumors っていうねサイトのフォーラムっていうところに投稿されたもので、投稿した方はなんか iPhone 14 Pro のそのダイナミックアイラの搭載を的中させた方らしく、基本的には主にそのバグの修正とかその安定性の向上ですね、これが中心なんですけども、ユーザーにとって非常にこう使い勝手がね向上するようなこうあったらすごいなんていうの便利みたいなところ、iOS とかってそうですね、ちょっと気が利くみたいなところあるんで、そういった機能の追加がされるんじゃないかっていうところ、マーク・ガーマン記者がね結構言ったりしてましたけども、あとはその iOS16 ではロックスクリーンの結構大きな変更がありましたね。壁紙とかかなりこうカスタマイズできるようになったと思うんですけども、ロック画面こう長押しするとねギュッてなんか出てくると思うんですけど、細かいところだとそのロックスクリーンをカスタマイズしたやつをじゃあ他の人にこうシェアできるようになったりとかね、なんかエアドロップとかで飛ばせるのかなわかんないですけど、そういったものとか、Apple Music のリリックスですね、歌詞がロック画面上でこうリアルタイムで出てくるとか、こういうの結構面白いと思いますけどね、カラオケ機能みたいで、カラオケ出ましたけどね昨日。あとはフォントサイズの変更とかね、要するにもうちょっとかなり細かく変更とかもできるようになるんじゃないかなと思います。壁紙ですね、ロック画面からそのアクセスできる壁紙のその一覧みたいなのが、現在そのカード式っていうものなんですけど、グリッドビューっていう感じで、パッと見見たらブワーって一気に見えるみたいなね、感じになりそうです。この画像で一応一度に9枚見れるというものになっております。で、あとはですね、ウォレットアプリの刷新があるんじゃないかって言われてまして、これリーカーの941っていうのがなんていうのが読むのかわかんないですけど、ウォレットアプリでは、このスワイプダウンで検索が可能、検索バーみたいなのがヒュッてやったら出てくるとかだったりですね、アップルキャッシュ、これ日本まだ対応してないですけど、普通預金口座なんか専用のタブができる、多分下側にこういろいろねタブがなんかあるんですよね、この画像で見ると。あくまでイメージ画像だと思いますけど、下でいろいろ選択できるとかね、カーキー関連、車iPhone で開けれるみたいな機能もあるんで、いろいろとですね、使いやすくこうなるんじゃないかなと思います。ウォレットあたりね、ウォレットアプリそんなにやっぱ開かないですよね。決済の時にねこうカチカチってやったら出てきますけど、であとサポートあたりについては、iOS17 どこまで iPhone をサポートするのかっていうのねちょっと注目集まってますが、どうやら iPhone8、iPhone X がサポート終了になるんじゃないかということが言われております。これちょっとまだわかんないんですけども、一応 iOS16 で iPhone7 とかですね、 iPhone SE、第一世代とか iPhone6S あたりはサポートからなくなっちゃったので、 iPhone8 とか10とかまだ結構使ってる人多分いますよね。これがちょっとどうなんだろうっていう感じはするんですけども、ただ可能性としてはあるかなと思います。iPhone8、10ユーザーの方ちょっと 10R あたりも若干怪しい気もするんですけども、2017年とかに発売なので5年ぐらい超えてくるとちょっとやっぱ厳しくなってくるのかなっていうところはあるんで、ここは注意かなと思います。一応サポートしてるモデルとしては今こんな感じ、iPhone X とかね 10R、iPhone X、iPhone8 あたりがおそらく消えるんじゃないかなと思われます。はい。
で、続いて、iPadOS なんですけども、そんないっぱい情報があるわけじゃないんですけども、基本的にはその iPhone の機能が iPad にこう載せられることが多いので、そんな感じになるんじゃないかなと思いますけど、iPhone みたいなさっき言ったロック画面のカスタマイズですね。今、iPad ではできないんですけども、カスタマイズができるようになったりとか、あとウィジェットですね。いろいろ今情報を画面上にね、僕の場合だとなんか PayPay とか置いたりね、天気とかなんかバッテリー残量とか見えたりするんですけど、ロック画面、そういったものをウィジェットとかをもうロックスクリーンに配置したりとか、壁紙とかいろんなカスタマイズがね、iPhone と同様に iPad 上でもできるようになるんじゃないかなと言われております。大体やっぱりさっき言った iPhone の機能ちょっと遅れ気味でね、iPad にやってくるときよくあるんで、あとそのヘルスアプリが iPad で使えるようになるんじゃないかなと思います。なんで大画面でね、iPhone だけですけど今は歩数とかわかんないけど健康情報が見えるんで、面白いかなと思います。あとステージマネージャーとかね、あたりも細かいアップデートとか、まだちょっとやっぱバグとかもね、たまにあるみたいなんで、これのアップデートもありそうです。一応対応機種 iPadOS17 に関しては、フランスのテックメディアによると、iPad の第5世代、9.7 インチの iPad Pro と 12.9 インチの iPad Pro、第1世代の iPad Pro がおそらくサポートから消えるんじゃないかと言われております。なんで iPad6 世代、6、7、8、9、10とか iPad Air の3以降、iPad mini の5以降とか、2017年以降に発売されたようなモデルは大丈夫かなっていうですね。ここら辺もちょっと怖いですよね。iPad は多分大丈夫かな。で、続きまして、WatchOS ですね。の10ということで、今回 OS の中ではこれが多分一番目玉になるのかなと。一番アップデートが大きいんじゃないかと言われてるんですけど、Apple Watch。一番大きいのはこのなんかホーム画面みたいなところ、アプリライブラリーね、と言われるようなところなんですけども、いわゆるアプリのこの一覧の画面ですね。Apple Watch開くと、初期設定だと多分そのなんか卵みたいな丸いのがアプリでブワーっとこうね、確かホームボタンを押したら出てくると思うんですけど、ボタンを押すと、これがなんか iPhone っぽくなるんじゃないかっていうね、噂がありまして、ウィジェットとかさっき言ったその四角いね、窓に情報が書いてあるみたいなとか組み合わされたイメージですね。なんで iPhone のそのホーム画面をちょっとちっちゃくした感じではあります。ただこのなんだろうな、画面自体がちっちゃいので、さあどうなるのかなっていうところはあるんですけども、はい。こんな感じでイメージ画像とかありまして、マーク・ガーバンによるとね、このウィジェットの新しいシステムを導入するというところで、Apple Watch のインターフェースの中心部分、そうですよね。アプリにこうアクセスする、一個の手段であるんで、結構そのウィジェットのスクロールできて、体、健康の状態とかね、その天気とか、株とか、何でもいいですよ、カレンダーとかね、そういうのが見えるんじゃないかっていうところで、実際ね、このイメージ画像みたいなのがですね、ありまして、こんな感じだったら確かに使いやすそうだなと思いますね。現在の卵型みたいな、集まったような UI だと、結構アプリ探すの大変じゃないですか、あれ。タッチするのも、見つけるのもそうだし、タッチするのもなんかね、違うやつ起動しちゃったみたいなね、あると思うんで、僕の場合は結構縦型の表示にして、ちょっと WearOS のなんか Google のっぽい UI なんですけど、こっちの方が使いやすくて非常におすすめなんですけども、それからあとこのサイドボタンにね、登録しといて、使うっていう形が多いので、やっぱ普通にそのデフォルトっていうかね、初期設定からもこう使いやすくなってくれれば非常に嬉しいかなと思います。この WatchOS10 の対応機種に関しては、今回、シリーズ4がおそらく外れるんじゃないかなと言われております。前回の OS の9ですね、OS9 で、2017年発売された、シリーズ3ですね、Apple Watch シリーズ3が対象から外れたので、次多分シリーズ4なんじゃないかなっていうことが言われております。なんで Apple Watch シリーズ5以降は対応っていう形になりそうですね。シリーズ4もね、まだ全然使えるんでね。MacOS についても、もちろんこれ何かしらアップデートあるとは思うんですが、今のところなんかあんま特に情報はないですね。今のところ、去年かな、そのベントゥーラっていうのになって、結構大きめなアップデートになったので、基本的にはそんなに大きくは変わらないんじゃないかなと思います。よりなんで iPhone とか iPad みたいになったので、そういったところが引き継がれていくのかなと思います。個人的にはちょっと使いづらいんですけど、あとバグとかもね、割となんかちょいちょいあったりするんで、僕はちょっとまだ様子見っていう感じで、そんながっつり使ってないんですけど、めちゃめちゃiPhone みたいなね、設定画面とかにはなってるんで、ちょっとMacOS 慣れてた人に関してはちょっと使いづらいっていうのは正直ありますね。ということで、一応 WWDC はですね、こういった OS のソフトウェアの発表がメインではもともとあったんですけども、ここ近年はですね、そのハードウェアというか、新製品の発表もあるということで、特に最近の傾向だとやっぱ Mac が出ることが多いですね。大体6月か10月に大体 Mac 出るんですけども、で、例えば昨年の場合だと実際に M2 チップの発
表ですねがございまして、そこで一緒に今のモデルである僕も使ってるんですけど M2 ですね、 M2 チップの発表があって、 M2MacBook Air と、一応 M2MacBook Pro のね13インチも出ました。なんで今回もしかしたら M3 チップの発表もあるんじゃないかなと思います。ここただちょっと微妙なところでもあるんで、10月とも言われてもいますし、とはいえ一応 Apple はすでにですね、もう M3 Pro チップ一番さらに最新のやつをテスト中っていう話もありますし、ということは多分 M3 できてるっていうことだと思うんですけども、3ナノメーターのプロセスっていうね、ちっちゃいチップになってさらに高性能になるっていうね感じなんですけども、なんでその、性能とかなり電力効率、バッテリー持ちとかが結構良くなるんじゃないかって言われてます。でこの TSMC って台湾の会社なんですけど、3ナノメーターのそのチップをですね、製造のチップをもう大量に今予約済みですっていう風なね報道もありますので、近いことはねかなりあるんじゃないかなと思います。性能的にじゃあすっごい大きな違いがあるのかっていうと、M2 と比べたらそこまで大きくはならないとは思いますが、基本的に CPU のコア数とかね、人間でいうその脳みその数とかそんな変わらないと思うんでっていうね感じだったんですが、これ意外といいかもっていう風にね前の動画でも言ったんですけども、今回MacBook Pro もですね1月に登場して M2 Pro チップっていうのがね入ってるんですけども、それと多分同じぐらいのね性能になるんじゃないかっていうね M3 というのも、その以前の動画でこれも話した次のその iPhone に乗る、ね、チップが基本的には使われるんですね。Mac のチップにもこの A17 チップっていうのはおそらく iPhone15 に乗ると思うんですけども、基本それがベースなんですよね。でそのチップの性能のね、細かいのは一応前の動画で話してるんで見てもらえばと思うんですけど、その性能が結構良かったんですよ。良かったんで、これ大体 Mac にしたらこんぐらいの性能になるなっていうのが分かって、なんで MacBook Pro の結構14インチとかですね匹敵するぐらいのパワーがありそうな感じするので非常に楽しみですね。今回登場するかどうか分かんないんですけど、であとこのハードウェアで噂されてるのが MacBook Air の15インチですね。これなんか出そうな感じしてるんですけども、このなんていうか、15インチ MacBook Air の今の13インチの、画面の大きいバージョンです。M3 チップが発表されたら多分 M3 が乗るんじゃないかなと思います。で発表されなかったら M2 をそのまま、載せられるか、もしかしたら M2 Pro も一緒にが載せられるオプションがあるのかわかんないですけども、でこちらも以前の動画でね、ちょっと話してたんですけども、このデザインというかコンセプト画像みたいなところをですね、基本的にさっき言った今の13インチと同じなのでそのまま大きくしたデザインです。で画面サイズが15インチで、厳密にはおそらく 15.6 インチとかですね、昔の MacBook Pro の15インチっていうねモデルがあったんですけども、おそらくそれに近い形になりそうです。13インチと同様にですね、上にこの画面のノッチっていうのがつくんじゃないかっていうね、完全に同じデザインですよね。ちょっと画面が大きめになるのですっきりした印象はあります。あとキーボードとかも13インチと同じ構造で、スピーカーグリル、スピーカーのこの穴みたいなのは13インチなかったんで、一応この画像ではないようにね作られてます。ない方が結構シンプルではあるんで、ただその分ちょっとスピーカーのどうですか良さみたいなのがちょっと消えちゃうみたいなところもあるんで、ここは何とも言えないですが、デザイン的にはすっきりしていいかなと思います。であと端子とかについては、USB-C 左側に2つ、あとマグセーフ充電ですね、磁石でくっつけて昔からこの Mac にあったものがつくんじゃないかと。で右側は特に多分イヤホンジャックのみで、正直 USB-C ぐらいねサンダーボルトももう1個ぐらい欲しいんですけど、多分ないだろうと思います。これはプロモデルとの差別化っていうところで、ポートは少なめかなと思います。個人的にはね1個ぐらい欲しいんですけども、でカラーバリについてはおそらくM2MacBook Air と同じですね。シルバー、スターライト、スペースグレート、ミッドナイトとかっていう構成になるんじゃないかなと思います。1個ぐらいねなんかわかんないけどグリーンとかパープルとかなんか新しい色ね1個ぐらい正直欲しいんですけども、M3 が出たらもしかしたらワンチャンみたいなところもなくはないかなと思いますけど、あくまでねコンセプトなので、一応機能面とかについて細かいところはね別の動画で詳しく解説してますので、そっちちょっと見てもらえばなと思います。おそらく Wi-Fi6E の対応とかですね、 Bluetooth5.3 とか、MacBook Pro に結構いろいろ入ったので、それと同じような感じになるんじゃないかなと思われますね。あとですね Mac だと一応あと Mac Pro とかMac Studioあたりもおそらく M2 ウルトラチップというものを搭載されて出てくるんじゃないかと言われております。出てきそうですね。というのはその新しいそのデスクトップ PC っていうね、見られるものの登録っていうかねの新しいその番号みたいなのがですね、3つ新しい Mac が3つほど、見つかってまして、基本的にそれ全部なんかデスクトップ登録っぽいんですよね
で一応 Mac mini は、登場もしたので M2 のモデル、なんであとその Mac Pro ですね、一番最上位の最強の Mac の Apple Silicon への移行がまだ終わってないので、それは来るだろうと思うんですけども、もしかしたらあとディスプレイとかもね XDR かな XDR ディスプレイとかの新しいやつとかも来るかもしれないんですけども、であとその Mac Studio の中身ですね、基本多分デザインは変わんないと思うんで、M2 Ultra とか載せて、中身だけ、性能変わって出してくるんじゃないかなと思います。というところがMac なんですけど、あとはね、今回期待されてます VR VR とかこれ AR のか分かんないですけど、ヘッドセット、これが登場もね期待されておりまして、大体2023年に出るんじゃないかって前々からねずっと言われてたんですけども、ちょっと来そうな感じはしてますね正直。一応このヘッドセット自体は XROS っていうもので動くんじゃないかと言われておりまして、実際にその XROS とか XROS なんかプロ OS とかだったかな、リアリティプロとかリアリティ OS とかそういった名前のですね商標登録がもうされてまして、確かになんかニュージーランドかな、なんかそういった会社をね、もちろんアップルって登録するとバレちゃうんで、他のなんかダミーカンパニーみたいなところで海外で登録するらしいです。はい、なんで実際 XROS というのが登録されてましたとか、ありますし、で WWDC のねロゴ自体も、なんかこのティザー映像みたいなね出たんですけども、ヘッドセットのねこれちょっと動画ですけど、ヘッドセットのこのレンズあると思うんですけど、このレンズの動きを表すようななんかフィーンみたいな表現があるんですよね。ここら辺をね見ると非常にあるんじゃないかっていうねことありますし、あと発表会に結構その VR とかの著名人、関連のなんか専門家の人とかが結構呼ばれてるっていうところで、おそらくそういう発表があるから呼ぶっていうところ、以前もそのね発表会でそういった専門著名人を呼ぶってことはねあったんで、おそらくそういうことなんじゃないかなと。ただヘッドセット自体は出るかどうかっていうのはちょっと正直五分五分かなっていうところで、その OS だけの発表でまず開発者にアピールして、アプリがないとねやっぱりなんかどうしようもないみたいなところもあるんで、から10月とかに出るっていう可能性もね全然あるとは思います。ただ何かしら発表はあるんじゃないかなと。でじゃあ何がこういうのできるのかっていうねところなんですけども、一応ブルームバーグのこのマーク・ガーマン氏によると、なんかリアリティ1とかなんか書いてあったけど、結構 iOS とかで見られたカレンダーとかなんかメールとかメッセージとかメモとか、そういったアプリがまずはとりあえず揃うんじゃないかっていうところが話しておりまして、なんで基本的に iPhone とか iPad とか、Mac とかの画面を拡張するみたいなアプリを、イメージかなと思います。あとなんか Apple、その本のねなんか AR バージョンとかも出るんじゃないかっていうね、多分画面上でこう見えたりするのかなわかんないですけど、あとVR とか AR、ゲーム系の他にで、ゲームとか、あとなんか小島さんだったかな、メタルギアソリッドの人も多分なんか出てきそうなんで、何かしらゲームの発表もあるんじゃないかと言われておりますね。いや楽しみですね。ここら辺もデスストランディングだっけ、なんかねめちゃめちゃいいゲームですけど、あとフィットネス系のアプリとかも搭載されて、健康とか、多分つけてなんか運動とかするのかなわかんないけど、そこら辺もなんか狙ってるみたいなことも言われてました。ここら辺のどんな感じで出てくるのかね、ちょっと当日見たいと思いますけども、価格としてはだいたい今$3000ぐらいじゃないかと言われてまして、多分日本円にすると40万ぐらいのものになるので、おそらくメインターゲットはすごいもうアップル大好きな人、いわゆるアップル信者みたいな人か、もう本当に企業向けみたいな、感じになるのかなと思います。その後おそらく、安い価格のものとかを、出してくるんじゃないかなと思いますけども、でもどうだろうな、普及しないとそもそもアプリ開発の人も増えないしみたいな、アプリがないと、僕らもなんかどうやって使っていいか分かんないみたいな感じで、死んでいくっていうサイクルがあるんで、そこら辺をちょっとどうやっていくのかなっていうね、40万で大丈夫なのっていうところはあるんですけども、正直結構つけてね、この Mac 例えば外部ディスプレイ的に使えるだけでも結構いいなと思いますけどね。なんかコンセプトみたいな画像あったんですけど、結構面白そうかなって思いました。はい。ということでね、皆さん今回紹介したもの、OS とかも含めて気になる製品どうですか？ありましたでしょうか？ぜひコメントいただければと思います。で、当日は久々にね、夜中の2時とかなんですけども、ちょっとライブ配信もね、そろそろやろうかなと。最近全然ね、発表会なかったんでやってなかったんで、やろうかなと。ちょっと月1ぐらいでね、これからちょっとやろうかな
っていうのも考えてますんで、需要とかあればコメントをいただければなと思います。で、あとiPhone15 とかですね、おそらく9月とか出ると思うんですけど、あと Apple Watch シリーズ9とか、次のモデルですね、どうなるのか、結構 iPhone の動画、かなり伸びてまして、もうちょっとなんか10万回ぐらいいきそうな感じなんですけど、こういった動画ね、今後も出していきますので、分かりやすくね、ちょっと解説しますんで、気になる方はぜひチャンネル登録していただければなと思います。業界のね、解説動画も出しますし、新しい製品ね、レビュー結構したりもするんで、チャンネル登録と、この動画少しでも良かったなと思ったら高評価お願いいたします。あとコミュニティ欄でね、お得情報とかも出してますんで、はい、Twitter もフォローお願いします。ということで今日もね、ありがとうございました。WWDC 楽しみですね。ということで、またね、良い一日、一週間お送りください。じゃあ、またね。楽しみですね。いや結構楽しみかもね。ここ数年で一番 VR 系はどうなるのか、Web3 とかいろいろあるんでね、気になります。MacBook 出るかな。M3 チップも気になるし。